こんにちは。今日は秋の食材をいろいろ使って1週間分の作り置きを作ろうと思います。今日はこんな感じでアイスも買ってきました。寒くなるとなぜか餅のアイスが食べたくなります。アイスは溶けないうちに冷凍庫にしまいます。最近あんまり買ってなくてそんなに入ってないんですけど、いつもこの冷蔵庫のここのスペースをアイス専用にしてます。あとはこのスープも最近ハマってるのでたくさん買ってきました。野菜や豆が結構しっかり入ってて食物繊維がたくさん取れるのでとってもおすすめです。そんなわけで早速作り置きを作っていこうと思います。秋はやっぱり根菜が美味しい季節なので、今日も人参やレンコンとかごぼうを買ってきました。最初に全部袋から出して野菜は洗っていきます。ちなみにごぼうはすぐに使うときはこういう泥がついてない粗いごぼうをいつも買ってます。何日か保存したいときは泥付きのごぼうを買うと長く保存できるのでおすすめです。最初に副菜を何種類か作っていこうと思います。まずはレンコンの塩麹炒めを作ります。レンコンは皮を剥いて2センチ幅ぐらいの厚めのいちょう切りにします。レンコンはいつも薄く切りがちなんですけど、厚めに切ってじっくり焼くとほっくりした食感になってとっても美味しいので、ぜひやってみてほしいです。レンコンを切ったらフライパンにごま油を熱します。そしてレンコンを並べ入れます。レンコンはしっかり火を通したいので、蓋をして弱めの中火で蒸し焼きにします。片面4分ずつ焼いていきます。レンコンを焼いている間に人参とツナのサラダを作ろうと思います。人参は皮付きのままスライサーで細切りにします。人参の皮はとっても薄いので、皮がついたままでも美味しく食べられます。人参の皮の近くにはベータカロテンなどの栄養素や食物繊維を多く含んでいます。細切りにした人参は耐熱容器に入れてラップをして電子レンジで2分加熱します。そうしたらそろそろレンコンがいい感じに焼けてると思うのでひっくり返します。ちなみにレンコンには食物繊維やビタミン C を多く含んでいます。ビタミン C は熱に弱い栄養素なんですが、レンコンのビタミン C はでんぷんに守られていて比較的加熱に強いのが特徴です。レンコンはひっくり返したら蓋をしてさらに4分反対側も焼いていきます。そしたらさっきの人参の加熱が終わったので味付けをしていきます。ツナ缶は汁気を軽く切って加えます。ちなみにツナ缶は私はノンオイルのものを使ってるんですが、お好みでオイル漬けのものを使っても OK です。あとはマヨネーズ大さじ1、粒マスタード大さじ1、塩コショウ少々を振って混ぜ合わせます。粒マスタードのピリッとした酸味とマヨネーズのコクがとっても美味しい組み合わせです。人参は歯ごたえを残すために短めに加熱したので、シャキッとした歯ごたえも楽しめるかなと思います。そんなわけで一品目の人参のマスマヨ和えが人参とツナのマスマヨサラダが出来上がりです。そうしたらレンコンも焼けたと思うので、今度はレンコンの味付けをしていきます。レンコンは塩麹大さじ1半、酒大さじ1、酢小さじ1、
輪切り唐辛子少々を加えます。そして汁気を飛ばしながら全体に絡めます。これで出来上がりです。厚切りのレンコンはフライパンでじっくり蒸し焼きをすることでとてもホクホクした食感になって美味しくなるので、ぜひ試してみてください。冷蔵で4日程度が保存の目安です。そうしたら次は電子レンジで簡単に作れるナスのうま煮を作ります。ナスは3本使います。ナスはヘタを取って縦半分に切ります。そして皮に包丁で細かく切り込みを入れていきます。切り込みを入れておくと味の染み込みが良くなるというのと、噛み切りやすくなるっていうメリットがあります。切り込みを入れたらさらに縦半分に切ります。同じようにしてナス3本切っていきます。ちなみにナスってあんまり栄養がなさそうなイメージがあるかもしれないんですが、ナスにはポリフェノールを多く含んでいます。ポリフェノールは強い抗酸化作用を持つのが特徴で、体の酸化を防いで生活習慣病を予防するのに役立ちます。そして耐熱容器に調味料を混ぜ合わせます。ごま油小さじ2、醤油大さじ2分の1、オイスターソース大さじ1、みりん大さじ1、水大さじ2を加えて混ぜ合わせます。そしてそこにナスも加えて全体に調味料を絡めます。この時皮の部分にもしっかり調味料を絡めておくことで皮が変色するのを防げます。調味料が絡まったらナスは全体に広げてラップをかぶせて電子レンジで3分加熱します。加熱してる間に後で使うかぼちゃの種を取っておきます。後でかぼちゃの煮物を作る予定です。ナスの加熱が終わったら一旦レンジから取り出してひっくり返します。煮汁に浸ってなかった部分がなるべく浸るようにするといいです。そしてラップをしてまた3分加熱します。ちなみに私はいわきの耐熱ガラスの保存容器をいつも使ってるんですが、蓋をラップ代わりにも使えるのでとってもおすすめです。そしてこの長ネギも後で使う予定なので先に切っておきます。4センチぐらいの長さに切ります。今日は3本セットの長ネギを買ったんですけど、残った長ネギは保存しやすいように適当な長さに切って濡らしたキッチンペーパーに包んで保存しておきます。濡らしたキッチンペーパーはしっかりめに水気を絞っておいて、長ネギは何本かまとめて包んでおきます。本当は1本ずつ包んだ方がいいと思うんですけど、ちょっと面倒なのでまとめて包みます。そして乾燥しないように保存袋に入れて空気を抜いて口を閉じます。これは冷蔵庫で保存します。そしたらナスの加熱が終わったので、ナスはこれで出来上がりです。もしまだ硬そうな時は30秒ずつぐらい追加で加熱してください。このままこの容器で保存してもよかったんですけど、ちょっと冷蔵庫に収まらない気がしたので小さい容器に移しました。このナスのうま煮は冷蔵で4日程度が保存期間の目安になります。続いて今日はかぼちゃの煮物もレンジで作ろうと思います。かぼちゃはそのままだとちょっと
硬くて切りにくいのでレンジで40秒ぐらい加熱します。そうすると少し切りやすくなるかなと思うんですが、もし切りにくかったら追加で10秒ずつぐらい加熱するといいです。かぼちゃは一口大に切ります。そしてかぼちゃの煮物はめんつゆを使って簡単に作ろうと思います。耐熱容器に水 100cc、3倍濃縮のめんつゆが大さじ3、みりん大さじ2を入れて混ぜます。そしてかぼちゃを加えるんですが、かぼちゃは皮の方が硬くて火が通りにくいので、皮の方を下にして並べます。そうすると皮までしっかり柔らかくなりやすいです。ふんわりラップをかぶせて電子レンジで5分加熱します。加熱している間暇なのでゆで卵を茹でておこうと思います。今日は味噌味の煮卵を作ろうかなと思います。熱湯に卵をそっと入れて7分間茹でます。茹で終わったらお湯を切って氷水で冷やしておきます。冷たい水で一気に冷やすと殻が剥きやすくなります。そうしたらまだかぼちゃの加熱が終わらないので水菜も切っていきます。水菜はサラダに使いたいので切ったらそのまま保存容器に入れて保存します。保存容器には濡らして固く絞ったキッチンペーパーを敷いておくと長持ちします。そんなわけでかぼちゃの煮物も出来上がりました。ちょっと取り忘れちゃったんですが、5分加熱した後にひっくり返してさらに3分加熱しました。そして次は味噌味の煮卵を作っていきます。ポリ袋に味噌大さじ2、みりん大さじ2を入れて混ぜ合わせます。混ぜるときはこんな風に袋の上から揉み混ぜるとやりやすいです。混ぜたら袋は広げてここに卵を入れます。今日は卵は4つ使ってるんですけど、あともう1つぐらい増やしても大丈夫かなと思います。今日は7分茹でたのであんまりとろっとしてない半熟加減になります。もし黄身がとろっとしてる方が好みの場合は茹で時間は6分半にするといいです。そしてこんな風に味噌を卵全体になじませて空気を抜いて袋の口を閉じます。これは 5,6 時間ぐらいつけてからが食べ頃です。保存期間は冷蔵で4日が目安になります。次は小ネギを切ります。根元はちょっと長めに切っておいて、根っこは水に浸しておきます。そうするとまた再生して食べられます。小ネギは全部小口切りにして保存します。これは料理のトッピングに使ったり、お味噌汁とか卵焼きに使ったりします。使うたびに切るのはちょっと面倒なので、いつもこんな風にまとめて切っておいてます。小ネギはそのままだとすぐしんなりしやすいんですけど、これも濡らしたペーパーに包んでおくと比較的長持ちするので、とってもおすすめです。そうしたら今度はお肉などのおかずのメニューを作っていこうと思います。まずごぼうと手羽先のにんにく醤油煮を作ります。ごぼうは5センチほどの長さに切って、太いものは縦半分に切ります。にんにくは3粒使います。根元は落として皮を剥いて縦半分に切ります。
そしてフライパンにサラダ油を熱して、手羽先を皮が下になるようにして並べます。空いてるところにごぼうも加えます。ごぼうには旨味が豊富に含まれていて、またお肉の臭みを取る効果もあるので、お肉との組み合わせがとっても美味しくておすすめです。片面が焼けたらひっくり返して煮汁の調味料を加えます。水 200cc、 醤油大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ1、あとはニンニクも加えて、アルミホイルで落とし蓋をして15分煮ます。アルミホイルで落とし蓋をすると具材と密着しやすくて、煮汁が全体に行き渡りやすくなります。アルミホイルは真ん中に穴を開けて湯気の抜け道を作っておきます。次に熱湯を沸かして厚揚げを湯通しして油抜きします。あと今日は牛丼も作る予定なので、同じお湯で牛肉もさっと茹でておきます。煮る前にこうやって下茹でをしておくと臭みやアクが取れるし、余分な油も落とせるのでおすすめです。牛丼は鍋に水 100cc、 醤油大さじ3、みりん大さじ5、だしだ小さじ1/2、和風だしの素小さじ1を入れて火にかけます。だしだは韓国の牛肉のだしのスープなんです。スープの素なんですが、なければ鶏ガラスープの素を使っても OK です。そして玉ねぎ1/2玉は細いくし切りにして鍋に加えます。そこに牛肉も加えて、さらに今日は舞茸も入れたいと思います。牛肉に舞茸って意外かもしれないんですが、意外と相性バッチリで、お肉が少ない時にはかさ増しにもなるのでとってもおすすめです。舞茸は1パックを繊維に沿って細かくほぐして加えます。最初ちょっと水分が少ないように感じるかもしれないんですが、舞茸からこの後水分が出てくるので大丈夫です。蓋はしないでたまに混ぜながら10分ぐらい煮ます。手羽先の方もたまに裏返しながらもう少し煮ていきます。あと今日鶏胸肉も買っておいたんですが、これは今日は調理しないで下味をつけて冷凍しておこうと思います。鶏胸肉は一口大の大きさに切って保存袋に入れて塩と砂糖を揉み込みます。塩小さじ1、砂糖小さじ2です。こうしておくと冷凍してもしっとりした食感でとっても美味しいです。次は鮭と長ネギの生姜焼きを作ります。鮭だけだとちょっと物足りない感じになるので、今日は厚揚げも入れようと思います。厚揚げは食べやすい大きさに切って、鮭は一口大のそぎ切りにします。
鮭は切ったら薄力粉を両面に薄くまぶします。これは粉ふるいを使うとやりやすいかなと思います。私が使ってるのはマーナっていうブランドの粉ふるいなんですが、片手でも簡単にまぶせてとってもおすすめです。そうしたらフライパンにサラダ油を熱して鮭を並べます。空いてるところに厚揚げと長ネギも加えます。ひっくり返しながら両面焼いて火を通します。焼けたら調味料を加えます。醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、酒大さじ2、おろし生姜小さじ1を加えて煮詰めながら調味料を全体に絡めて、これで出来上がりです。手羽先とごぼうのにんにく醤油煮もこんな感じで完成しました。牛丼も完成しました。というわけで今日はこんな感じで作り置きを作ってみました。もし何か気に入ったものがあればぜひ作ってみてもらえると嬉しいです。作り置きの保存期間はこちらになります。